皆さんこんにちは。今回は K-POP グループのリーダーと万年に多い星座をグループ450組以上、メンバー3000人以上より調査いたしました。それではよろしくお願いいたします。報告内容は1から6の通りです。よくまずは結論から話すと言われておりますが、このチャンネルは情報の切り抜きの一人歩きや根拠がない情報で炎上するような状況を防ぎたいという思いで作りましたので、順を追って説明いたします。長めの動画なので、時間のない方は2倍速でご視聴ください。調査の経緯ですが、最初は K-POP グループのメンバーのポジションと占いに関係性があるか調査依頼がありました。なぜリーダーと万年に多い星座を調査することになったのか説明いたします。K-POP グループのメンバーのポジションについてです。区分1、各々のパートの区分になりますが、ダンサー、ラッパー、ボーカル等、各々にメイン、サブ、リード等ポジションが複数あり、さらに1人で複数担当している場合があるので、集計が困難です。区分2、こちらはグループ内の立ち位置といいますか、個性といいますか、お笑い、ビジュアル、セクシー、ファンの呼び込み等、ポジションが複数あり、グループによっても様々です。よってこちらも集計が困難です。区分3、こちらは家庭的なポジションで、リーダー、最年長、万年、これは韓国語ですが、日本語にすると末っ子です。おじいちゃん、お母さん等あります。最年長、万年はどのグループにも必ず存在し、リーダーもほぼ存在しますので、調査は比較的容易です。ファンの間ではリーダーと万年が意識されていますので、こちらの2つを調査いたします。次は占いについてですが、韓国で有名なものに市中水明があります。これは流派が複数あり、理論も複雑で、十干十二支、暦、市中、五行図などたくさん区分があり、集計が困難です。次は宿陽占星術です。こちらは市中水明ほど複雑ではありませんが、流派がいくつかあり、区分が27、28など多く、集計数がたくさん必要になります。最後は星座占いです。韓国ではあまり有名ではありませんが、意識はされていて、分類も日本と同じ12個で少なめです。日本では馴染みが深く、比較的集計も容易なため、星座を集計することにしました。このような経緯で、K-POP グループのリーダーと万年の星座の関係を調査することといたしました。一般的に星座と言っているものは、正式には行動12星座と言います。この行動について説明いたします。こちらは緑色が地球で、真ん中にある太陽の周りを回っている図になります。地球にいる人から太陽を見ると、逆に太陽が移動しているように見えます。その時、地球から太陽の方を見ると、星座の中を太陽が移動して見えます。この通り道を行動と言います。自分に対応する星座は、生まれた日に太陽の後ろにある星座なので、自分の誕生日には明るくて見えません。また、行動12星座は2000年以上前に決められたので、1ヶ月程度ずれています。例として、お羊座の人が生まれた日には、太陽の後ろには魚座があったことになります。他はさっと説明します。地球は太陽の周りを反時計回りに約365日と5時間49分で一周。地球の公転は楕円軌道。軌道は伸び縮みしている。蛇使い座を入れると行動13星座という。蛇使い座を太陽が通過するのは11月30日から12月17日頃。星座の日付の区切り目は年と時間によって異なる場合がある。各星座の期間は約30日だが、星座の大きさは異なり、事実とは違う。例として、乙女座は約45日間、蠍座は約7日間です。これらのことより、正確な自分の星座を知りたい場合は、
生まれた年月日と時間と場所の情報が必要だとわかります。これを使い、ホロスコープというもので正確な自分の星座がわかります。12星座の一覧です。これまでの説明で気がついたと思いますが、書いてある書籍等によって違いがあります。一人一人の正確な星座をホロスコープで調べることは不可能なので、この一覧を使用します。もし K-POP のメンバーの方が正確に調べて公式サイトなどに記載している可能性もありますし、星座の日付の区切り目は先ほど話した通り、見るもので微妙に違うことがあるので、差異が出る可能性があります。ご了承ください。調査方法です。まず、生年月日を集計する内容ですが、全体、リーダー、マンネの3つです。全体は K-POP グループで正式デビューした全メンバーでリーダーとマンネを含みます。リーダーとマンネは正式デビューしたグループの初期メンバーのみです。参考として韓国の築地の出生数を調査いたします。K-POP のメンバーの生年月日のデータの精度があまり高くない可能性があるので、もしあまりにも出生数のデータの傾向と相違がある場合は使えないデータと判断いたします。このデータを使い、全体を築地の出生数と比較し、問題なければリーダーとマンネも全体と比較いたします。グループ選定にあたって使用した調査媒体ですが、次の2つです。1つ目がウィキペディアから韓国のアイドルグループ一覧。2つ目が BB クルーから K-POP デビュー年表まとめです。この2つを使ってデビュー日が2022年9月頃から1992年4月11日までを調査しました。この1992年4月11日は K-POP 元祖ソテジワアイドルがデビューされた日です。記事のタイトルにはアイドルという言葉は書きませんでしたが、K-POP アイドルグループにすると、アイドルの定義が曖昧で、人によってはこのグループはアイドルなののように疑問に思う可能性があります。細かい条件はいくつもありますが、韓国でデビューしたダンスミュージック、一部バンドを含むを調査したと考えてください。ソテジワアイドルというグループの名前ですが、ちょっと変な感じがしますが、韓国語です。ソテジはリーダーの名前で、ワは英語で言う&です。アイドルは愛が子供で、ドゥルがたちです。直訳すると、ソテジと子供たちになります。英語表記では、ソテジ&ボーイズでした。生年月日の調査方法です。1、3個以上の異なるホームページからデータを入手。公式があれば4個。2、1個でも異なるデータがあれば5個以上調査。3、2より2個以上異なるデータがあれば、そのメンバーのデータは無効としました。グループ公式ホームページなどがあれば、それを優先しますが、それも間違っている可能性があるので、その場合は正しいものを使用します。この5つのホームページをメインで使用しておりますが、記載されていないこともあるので、実際はこの2倍以上を使用しております。別件でお笑いコンビの血液型を調査した際は、個人がまとめているものは一切使用しませんでしたが、それでも多く相違がありました。今回は会社が運営しているものにこだわらず、数を増やして照合しております。結果的には意図的に生年月日を変えているものや、戸籍と実際の誕生日が違うなど、集計がかなり大変でした。そのため、公式サイトがあっても、加えて3個以上調査し、プロフィールなども全グループ全メンバー分を複数読みました。会社運営サイトは WOW コーリアのみですが、公式サイトと比べてもいくつも相違がありました。感覚的にはどのサイトも精度は同じくらいだと思います。4つか5つグループを調査すれば必ず相違がある状態です。例えば10月21日が10月12日になっているような書き間違いや、同じ人でも西暦が2つ3つ違うものがあったりすることが多いです。全く違う場合もいくつもありました。注意点です。集計方法に細かい条件がいくつもあります。これによって結果が大きく変わる可能性があるので、必ずお聞きください。リーダー・マンネは韓国で正式デビューした3人以上のグループの初期メンバーが対象です。追加メンバーは全体のみ集計。
もし研修生が仮メンバーで正式楽曲に参加したときは全体にのみ集計しております。サブユニットは対象外です。複数グループのメンバーからなるユニットは対象です。サブユニットは同じグループ内の一部のメンバーからなるユニットで複数存在することがあります。グループのマンネはサブユニットでも当然マンネになり、そのマンネが属するサブユニットの数だけマンネの星座のカウント数が増えるので対象外としました。複数グループでリーダー及びマンネを担当している場合も集計。全体では重複は集計しておりません。誕生日は可能な限り生まれた日で集計。理由は戸籍やプロフィールが実際の誕生日とは異なる場合があるためです。リーダーがいない場合はリーダーを集計していません。リーダーが複数いる場合は全て集計しております。ピンクファンタジーというグループの2189年生まれの正体の不明な方はマンネとしておりません。全体の集計からも除いております。ボーカルチーム、ダンスチームなどのチームリーダーは集計しない。グループ名が変わった場合は最初のグループの初期メンバーで集計。グループ名は変わらないがメンバーが一度に全員交代している場合はその都度集計。同じ生年月日が2人いて2人とも万年の場合は両方とも集計。キッズグループは対象外。ただし活動期間が長いハイキュートは集計。公式に2番目に若い人を万年としている場合でも集計しない。最初からリーダーをローテーションする計画のグループも初代のみ集計。ゲストメンバー、暫定メンバーは集計しない。たくさんありますが、きちんと選ばれたリーダーや万年を極力集計したいという意図があります。また、このように集計方法がかなり複雑で条件もたくさんあるので、やり方次第で結果が変わる可能性があることを理解ください。調査結果です。全体数は3004名。リーダーは延べ473名。マンネは延べ489名です。リーダーとマンネの数が同じでない理由は、グループ内でリーダーやマンネが2人いる場合や、リーダーがいない場合や、リーダーやマンネが不明な場合があるためです。まずリーダーの星座です。魚座、射手座、ヤギ座の順に多く、乙女座が最も少ない結果でした。蟹座、天秤座も乙女座と 0.2% しか差がなく少ない結果でした。万年の星座です。天秤座、蠍座が51人の同数で一番多く、次に乙女座が多い結果でした。蟹座が最も少ないです。全体の星座です。魚座が最も多く、次にヤギ座と水亀座が 9.2%、277人の同値で多く、蟹座が最も少ない結果でした。単純に 100% を12星座で均等に割ると約 8.3% なので、魚座、ヤギ座、水亀座、蟹座以外はほとんど変わらないと考えて良いと思います。これまでのグラフをすべて重ねてみました。ランダムにリーダーや万年が選ばれていれば、全体の傾向と同じになる可能性があります。共通点としては、蟹座はすべてにおいて最も少ない結果でした。魚座はリーダーも全体も多いですが、それ以上にリーダーは多く感じます。万年は天秤座、蠍座、乙女座が多い結果でしたが、全体と比べるとさほど多くないように感じます。K-POP グループのメンバーの誕生日と韓国統計局から持ってきた2005年から2019年の月次の出生数約640万人のデータを比較してみます。出生数のデータは月しかわからないので、横軸は月に変更しました。K-POP グループは外国籍の方も多く、データの対象の年も違うことをご了承ください。出生数のデータは2005年からしか存在しませんでした。K-POP グループのメンバーのデータは1965年から2008年生まれまでです。結果、1月と3月が多いことと、6月と7月が少なめなことが共通しています。データの範囲など違いもありますし、
このデータからは何月生まれが K-POP のメンバーになりやすいとかなりにくいとか言い切れませんが、冬に生まれる人が多く、夏は少なく、それが K-POP のメンバーにも同じ傾向として出ているように思います。先ほどまでは K-POP グループのメンバー約3000人を調べた実際の結果ですが、もしこれまでデビューした K-POP グループのメンバー全員を調査した場合にどのような結果になるか考えてみます。これまで調査した結果を標準誤差を含めたグラフに作り変えてみます。標準誤差についてですが、別の記事で詳細説明しておりますので、概要欄からご確認ください。標準誤差に関しては、信頼水準 95%、つまり同様な結果を100回行えば、95回は標準誤差を含めた結果の範囲内に入ることを意味します。式1は母集団。例として出生数のデータならば、これまで生まれた韓国人全員が10万以上の時に使用する式です。母集団が10万を超えると標準誤差が大差なくなるので、1の式には母集団を代入する部分が存在しません。K-POP のメンバーはこれまで何人いたか不明ですが、韓国人の一部と考えてこの式を使用します。次は母集団10万未満の時の標準誤差についてです。これは K-POP グループのリーダーとマンネのデータで使います。式の説明は過去にもしていませんが、先ほどと違って母集団を代入することです。これまでデビューした K-POP のグループの数は分かりませんが、今回の調査数の 1.5 倍程度と勝手に判断して700で計算いたします。K-POP 全体と韓国人の出生数の比較を行います。標準誤差を含めて最小値と最大値のみ記載しました。出生数のデータは誤差が小さいので1本の線に見えますが、実際は2本あります。青色の線の範囲と緑色の線の範囲が重ならない月がポイントです。7月が韓国の出生数より K-POP 全体が少ないと言えます。見づらいですが、12月もわずかに線が重なっていない月です。結果が数人違うと重なる可能性があるので、明確な差はないと判断いたします。ちなみに 1% 違えば100人で1人になるので、K-POP 全体のデータ数約3000人ならば30人ぐらい違うことになります。K-POP 全体とリーダーの比較です。こちらは青色の線の範囲とオレンジ色の線の範囲が重ならない星座がポイントです。明確に線の重なりがないのは天秤座だけで、リーダーが全体より少ない結果です。わずかに重なる星座が3個ありますが、多くても 0.2% 程度の重なりなので、これらも差があると判断して良いと思います。結果、魚座と射手座が多く、乙女座と天秤座が少ないと言えます。K-POP 全体とマンネの比較です。こちらは青色の線と灰色の線が重ならない星座がポイントです。結果、完全に重ならない星座はありませんでした。リーダーとは違い、一番若いだけでマンネになるので、このような結果が出てもおかしくはないと思います。傾向的には、ヤギ座、水亀座、魚座、お羊座、蟹座が少なめで、乙女座、天秤座、さそり座が多い傾向があります。一旦調査結果をまとめます。リーダーに関しては、人数だけ比較すれば、魚座が最多で、乙女座が最小です。全体との比較では、魚座、射手座が多く、乙女座、天秤座が少ないです。マンネに関しては、人数だけ比較すれば、天秤座、さそり座が最多で、蟹座が最小です。全体との比較は明確に多い少ないは断定できませんが、乙女座、天秤座、さそり座が多い傾向で、ヤギ座、水亀座、魚座、お羊座、蟹座が少ない傾向がありました。補足として結果について考察いたします。長いので結果だけでよければここで終了です。まず、韓国の年齢と誕生日について少し説明いたします。年末生まれは元旦生まれにすることがあった。例として JYJ のジュンスさんは
1986年12月15日に生まれましたが、戸籍上は1987年1月1日になっております。これより12月生まれが減り、1月生まれが増える可能性がありますが、ヤギ座は12月22日から1月19日生まれなので、星座には影響は少なそうです。K-POP グループのメンバーを3004名調査で、元旦生まれは13名でした。365日均等に生まれるなら、理論値は約 8.2 名なので、若干多い気がします。早生まれを避けた可能性がある。脳の発達や体格が早生まれではない子どもと比べて未熟なためです。韓国は3月が新学期なので、1月2月が早生まれでしたが、2003年生まれから改定されております。早生まれを避けるために、1月は無理としても、2月末生まれを3月生まれとした可能性があります。韓国は夏場の結婚が少ないので、6月と7月の出生数が少ないのか。これはおまけ程度に書きましたので、確認はいたしませんが、夏場の8月または9月の結婚初夜に妊娠したとして、十月10日で出産するとなると、夏場に結婚する人が少ないと、6月と7月の出生数が減るのではないかと考えました。この調査の依頼者さんからは、韓国ではできちゃった結婚も多いと聞いてますので、真相は不明です。K-POP 全体の2月と3月の誕生日ごとの人数のグラフです。先ほどお話しした早生まれを避けている傾向があるか確認してみました。薄い赤色で塗った部分が魚座の誕生日です。2月と3月を4分割して1日ごとの平均値を計算してみました。ウルー年の2月29日はいませんでしたので、日数にカウントしていません。1、2月1日から2月18日、9.4 人。2、2月19日から2月28日、10.5 人。3、3月1日から3月20日、9.7 人。4、3月21日から3月31日、8.5 人。このデータをどのように考えるかですが、もし2月末生まれの方が早生まれを避けて3月で出生届を出したなら、2がもっと減って良さそうですが、むしろ一番多い結果でした。ただし、3月後半は前半よりも若干少ないので、完全否定もできませんが、すべて1名程度の差なので、大差なしとも言えます。実際に何人か早生まれを避けた人はいるかもしれませんが、データに影響するほどではなさそうです。補足程度の考察なので、確認はここまでとします。難しい話ばかりでしたので、エンタメ要素として、元旦誕生日の方の一覧を作ってみました。複数グループで活躍している方もいらっしゃいますし、ステージネームを変更している方もいらっしゃいますので、代表的な名前で記載しております。最初の頃に説明いたしましたが、今回のデータはあまり精度が高くないです。理由の一つが、いろいろな原因で公式で発表されている誕生日でも、本来の誕生日とは異なる場合があるためです。一例として、ブランセブンというグループのジャン・ポールさんについて説明いたします。左がシングルアルバム制作プロジェクトの制作費をクラウドファンディングで集めた際のプロフィールです。誕生日は1993年1月1日です。右は BTL という別のグループ時代の Facebook です。自己紹介の欄に誕生日は1991年1月1日と記載されております。身長もクラウドファンディングの時は2センチ高く記載されております。クラウドファンディングはジャックポットエンターテイメントという会社から出していますが、目標金額68万8607円に対し128万6203円集まっています。クラウドファンディングの時のデータが正しければ何の問題もありませんので、話を大きくしないようにお願いします。ちなみに他のメンバーも若く記載されておりました。次はリーダーとマンネがどのように選ばれているか考えてみます。1、リーダーは最年長が選ばれることが多いのではないか。K-POP 好きな方のブログを読んでみると、最年長がリーダーではないことを特別扱いしている場合が多々見られました。実際に調査している時も最年長のリーダーを複数見かけました。
この例のように同年代、特に同じ西暦の誕生日が大半を占めるメンバーや同学年で大半を占めるメンバーが目立ちました。特に同学年が大半を占める場合で3月生まれがいらっしゃる場合、最年長がリーダーに選ばれれば必然的に魚座かお羊座がリーダーになることになります。さらに早生まれを避ける傾向と合わせると魚座が多くなる可能性があると考えました。2、星座占いでリーダーに適性が高い星座が書かれているのではないか。星座占いで魚座の性格がリーダーに適している星座として紹介されている可能性を考えました。また乙女のイメージとマンネのイメージが合致して意図的に女性のマンネをグループに加入させている可能性があるとも考えました。マンネは乙女座が一番多かったわけではないので、天秤座とさそり座の星座占いを確認してみます。最年長リーダーの調査結果です。ブログなどを読んだ印象ではもっと多いと思いましたが 54% でした。最年長でかつ魚座リーダーは 7%、最年長以外で魚座は 4%、3% ほど最年長で魚座リーダーは多かったですが、この結果で予想が正しいと言い切れないので参考程度に考えてください。次はマンネと2番目に若い人の誕生日の西暦の差です。マンネは一般の家庭の場合でも一番若い人が自動的になってしまうので、星座占いに末っ子に適する星座という記載はないはずです。よってこれは意図的にマンネが選ばれているグループがどのくらい存在するのか調べるための調査です。ただしマンネと2番目に若い人が同じ西暦の誕生日でも2番目と3番目に若い人の誕生日が大きく差がある場合があるので、このデータは参考程度に考えてください。結果、1年以上離れているグループが一番多く、それ以上離れているグループも含めれば333組で全体の 70% になります。0年のグループには2番目に若い人と3番目に若い人の差が大きいグループも含まれるので、実際の感覚では年が離れたマンネを意図的に加入させているケースは 70% よりも多いです。マンネに関しては意図的に若い人を加入させているグループが多いと考えます。次はリーダーとマンネに多かった星座の性格について韓国の Google を使って調査いたしました。まず魚座です。検索ワードは魚座性格ですが、実際は韓国語でムルコギチャリ尊虚で検索し、最初の結果が次のようになります。日本語訳ですと、今日は魚座の特徴についてお話しいたしました。繊細で創意的で感情豊かで芸術的な面とは逆に優柔不断さと内向的な性格で決断力が足りない面もあるそうなので、2匹の魚が互いに違う方向を向いているように正反対の成功を見せていますねと記載されておりました。他のサイトも確認して共通して記載されていたのは優柔不断と決断力が足りないでした。特に優柔不断と書かれているものが多かったです。私が読んだ限りでは魚座がリーダー向けの星座とは感じませんでしたので、魚座だからリーダーに選んだということはなさそうです。ただ読んでいる記事も多くないので参考程度に考えてください。次に万年に多かった天秤座です。検索結果は魚座と同じサイトが一番最初にヒットしました。他のサイトも確認して共通していたのは公平さと中間的な役割をうまくこなすです。これはマンネというよりも3人兄弟の真ん中の性格のような気がします。天秤という名前の通り中間的立場でバランスを取ることがうまいということでしょうか。こちらも読んでいる記事も少ないですし、参考程度に考えてください。最後にマンネに多かったサソリ座です。先ほどまでは同じサイトがヒットしましたが、今回は同じサイトの違う区分の記事が最初にヒットしました。他のサイトも確認して共通していたのは消極的な性格、内面には情熱を秘めているでした。私のイメージではおとなしい性格はマンネのイメージではないですが、K-POP ではイメージに合っているのでしょうか。
くどいですが、こちらも読んでいる記事は多くないですし、参考程度に考えてください。否定的コメント予測です。1992年4月11日から調査していますが、現代の K-POP とは全然別物なのではないでしょうか。2019年から現代の K-POP は第4世代と言われているようです。今回データを取得する際にレビューが新しい順から行っていますが、最初からデータを入力するとグラフができるようにまとめていました。最初の100組目ぐらいと比較すると、リーダーは魚座が一番多く、蟹座が一番少ない結果でした。乙女座は2番目に少なかったので、多少順位は違いました。今回はデータの取り方を細かく説明していますが、この説明があったからこそこの意見が出るので、もし何の条件も書かないでこの結果だけ伝えていれば、第3、第4世代あたりの結果と勘違いする人が出ると思います。男女で分けたら結果が変わるのでは？私個人の意見かもしれませんが、日本人のイメージですと乙女座が可愛らしいイメージがあると思います。実はデビューが若い順から調査した際に、100組あたりではマンネは乙女座が一番多い結果でした。こちらもやり方次第で順位は入れ替わる可能性がありますので、調査してほしい条件の希望がありましたら、コメント欄にご記入お願いいたします。結局何座がリーダーに適しているの？実際星座占いでリーダーの適性がわかるとは思えませんが、一般的な星座占いでどの星座がリーダーに向いているか考えることができると思います。要求があれば、この動画のパート2としてまとめてみます。最後に、今回は最初にお話しした通り、データの正確さはあまり高い方ではないと思っています。ただし、出生数のデータと傾向が大きく違うものでもなかったので、全く使えないデータだとは思ってません。親が実際の誕生日と違う誕生日で出生届を出しているものを全て確認できたとも思っていませんし、意図的に違う誕生日で公式発表しているケースもありましたので、今回はエンタメ的なイメージで考えていただければ幸いです。それより一番伝えたいことは、データの取り方次第で結果は変わる可能性があることです。最低でも注意点の部分と結果の部分だけでも聞いていただければ幸いです。それでは長い動画でしたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。